昭和時代の学校には今の時代では見られなくなったものや授業風景がありましたね。皆さんもこれ覚えていますか？そんな懐かしい時代を振り返ってみます。学校の職員室から聞こえてきたガリガリというあの音。当社版、通称ガリ版は昭和50年代前半まで当時の学校教育を支えた主流のプリント方法でした。アナログ印刷の主役でしたね。現在のようにパソコンやコピー機がない時代、先生方はガリ版でテスト用紙や学級だよりを作っておられましたね。ガリ版はヤスリ板の上に眼皮紙にろうを縫った薄い紙を置き、鉄筆で書くとろうが削り取られ、目に見えないほど微細な穴が開きます。削る際にガリガリッと音がすることからガリ板と呼ばれました。削り終わった原紙を木製または金属製の枠に貼り付け、上から粘り気のある油性インクを塗り、手でローラーでゴロゴロと転がします。原紙の削れた部分からインクが通り抜け、下の紙に転写されるという仕組みです。書き手の筆跡や筆圧がそのまま伝わるため、達筆な先生のプリントは美しく、学級だよりにはその時の熱量がにじみ出ていましたね。配られたプリントは独特のインクの香りがして、私は嫌いな匂いではなかったですね。当時は学級新聞作りなどで私もガリ版を書いたこともあり、ローラー印刷が終わった後、手や服の袖が真っ黒になった記憶があります。昭和時代の小学校理科の授業では、アルコールランプと赤面網は欠かせない実験器具でした。主に水の加熱や物質の変化を観察するために使われ、ビーカーに入れた水を温めたり、固体を加熱して変化を確かめたりする場面で活躍していました。アルコールランプは安定した炎を出せるため、子供でも扱いやすいとされていましたが、点火にはマッチを使う必要がありました。クラスの中にはマッチに慣れていない子もいて、マッチをこするのが怖くてなかなか火をつけられない子、力加減が分からず何本も折ってしまう子、ようやく火がついた瞬間に驚いて手を離してしまう子など、理科室のあちこちで戸惑う様子が見られましたね。一方で、慣れている子が得意げに火をつけ、ちょっとしたヒーローのように見られることもありました。加熱の際には赤面網が重要な役割を果たしていました。直接火が当たらないようにして熱を均一に伝えるためでした。ビーカーをそのまま炎にかけると割れてしまうため、この赤面網がクッションのような役割を果たしていたのです。しかし現在ではアルコールランプは火災ややけどのリスクがあることから、安全面の観点で見直されるようになり、現在ではより安全に扱えるガスバーナー、電熱器具に置き換えられることが多くなっています。また赤面網に使われていたアスベストの健康被害です。アスベストは吸い込むことで深刻な健康障害を引き起こすことにより、学校教育の現場でも使用が禁止・撤去されました。現在は赤面網は姿を消し、現在はセラミック製の金網など安全な代替品が使用されています。昭和時代の小学校理科では、フナの解剖はごく一般的な実験の一つでした。特に高学年において体の作りと働きを学ぶ単元の中で実施されることが多く、当時の教育方針では実体験を通じて学ぶことが非常に重視されていました。フナの解剖には生物の体の仕組みの理解、生命への理解と尊重、科学的観察力の育成などを目的とした知識習得以上の教育的意義がありました。一方で解剖は全ての子どもにとって楽しいものではありませんでした。匂いや見た目に強い抵抗感を抱く子、作業が苦手で精神的な負担を感じる子、給食が食べられなくなるほどのショックを受けるケース、強烈な体験として記憶に残る一方で、トラウマとして語られることも少なくありませんでした。私も苦手で解剖は友達任せでしたね。現在では動物愛護、倫理観の変化や苦手な児童への配慮、フナの入手困難さや衛生面などから
模型や映像教材による学習方法となっています。当時は高学年になっても男女が同じ教室で着替えを行う光景が珍しくありませんでした。私の学校でも6年まで男女同室で着替えをしていましたね。現在の感覚からすると驚かれることも多いこの習慣には、当時の社会背景や教育観が大きく関係していたそうです。当時の学校教育では、子供はまだ無垢な存在であり、過度に男女を意識させる必要はないという考え方が一般的でした。思春期への配慮よりも集団行動や効率性が優先される傾向が強く、着替えも授業の一環として一斉に行われていました。また当時は40人学級で男女別に着替える場所を確保するのは難しく、同室での着替えが常態化していたようです。現在では発達段階に応じた羞恥心やプライバシーへの配慮や、高学年は心身ともに成長が進む時期であり、男女を分けた対応がされています。当時の学校における予防接種は、現在では考えられないような形式で行われていました。特に大きな問題として語られるのが注射器、注射針の使い回しです。昭和30年代から50年代にかけて、集団予防接種は効率とコストを最優先に進められていました。1本の注射器に多人数分の薬液を吸い込み、針を変えずに次々と生徒へ注射する連続打ちが行われていました。当時は使い捨ての注射器が高価であり、国や自治体の予算では全ての学校に新品を用意することが困難でした。また、血液を介して感染するウイルスである B 型肝炎などの認識が医学界でも乏しく、現在のような厳格な感染症対策が確立されていませんでした。短時間で多くの生徒に接種を終えるため、スピード重視だったこともありますね。私は注射が苦手で風邪ひかないかなと願い、予防接種の前日は眠れなかったです。当時高学年で行われていた女子のみを集めた謎の授業は、当時の男子にとって謎の教育風景でした。前の授業を終わりに先生から、次の時間は女子のみです。男子は校庭で自由時間となりますと言われ、男子は追い出されました。友達同士で、何の授業なんだ？なんだろうね。まあいいや、ドッジボールやろと、そんなことよりも自由時間の開放感で遊びに夢中になっていました。その頃、女子たちは教室のカーテンを閉め、暗くなった教室で映写機による説明を聞いていました。内容は生命の誕生から始まり、処刑を迎える時期の女子に対し、生理用品の使い方や体の変化への不安を和らげる内容でした。授業終了後、男子たちは女子に対し、何の授業だったの？と聞くが、女子たちは、先生に言っちゃダメって言われたもんと言われ、男子たちもムキになり、なんでだよ、教えろよと言うが、女子たちからは、言ったってわからないことよと返されると、男子たちはそれ以上の追求はできませんでしたね。なんだか女子たちが大人になったように見えたことを覚えています。この教育風景は平成初期までありましたが、現在では男女が同じ教室で互いの体について学ぶことが推奨されています。皆さん覚えていますか？昭和40年代から50年代にかけて、レモン石鹸は全国の学校の洗面所や手洗い場に急速に普及しました。戦後の公衆衛生の改善とともに、集団生活における手洗いの重要性が強調されました。レモン石鹸は固形石鹸の中でも比較的安価で大量に供給できたため、当時の学校で重宝されました。多くの人が思い出す蛇口に吊るされたネットは、置き場所に困らず水に浸かって溶け崩れるのを防ぎ、紛失を防止するための知恵でした。学校以外でも児童館や図書館などでも使ってましたね。昭和時代の小学生にとって防災頭巾は昼箱やランドセルと同じくらいあって当たり前の学用品でした。防災頭巾は教室の中では防災用品というよりも
完全に座布団としての地位を確立していました。当時は今ほど既製品のバリエーションがなかったため、家庭のカラーが色濃く出ました。母親が手作りで好きなキャラクターのキルティング生地で作られ、名前が大きく刺繍されていたり、裏地が派手だったりと個性豊かでしたね。本来の目的で利用されたのは、年に数回の地震を想定した避難訓練でした。先生の指示で一斉に机に潜り込み、手際よく頭巾をかぶります。かぶると急に周りの音がボワーンとこもって聞こえなくなったことを覚えていますね。現代では学校側が防災頭巾を一括管理したり、より高機能が防災ヘルメットに置き換わるケースも増え、使い方や位置づけも変化しているようです。なんといっても当時の先生方が一番大変だったのではないでしょうか。40人学級を受け持ちながら、パソコンもコピー機もない時代、テストや学級だよりを一から作り、通信簿も一人一人手書きで丁寧に書いてくださいました。働き方改革という言葉すらなかったあの頃、先生たちの拘束時間は今では考えられないほど長かったのではないかと思います。それでも先生は単なる教科の指導者ではなく、地域の大人として私たちの成長を温かく見守る存在でもありましたね。当時の学校にあったものやあの頃の教育風景、いかがでしたでしょうか。今振り返ると、こんなことをしていたんだなと、どこか懐かしい気持ちになりますね。皆さんの思い出の中にも、あんなものがあった、こんな授業を受けていたなど、まだまだたくさんあるのではないでしょうか。ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。